2020年はなんかこうしたいってあるんですか？どうかな、まだ決めてないけど、まあまあでもちょっと新しいことをやろうかなとは思ってますけどね。アジングも釣り人一人一人がなんかこう個性とまあまあスタイルとかなんかこうね、自分なりに選べるような環境を作りたいなっていう、交互期待。寒い。今どういう状況ですか？これ今常夜灯着くまでちょっと何時に着きます？いや分かんないです。5時ぐらいじゃないですか。5時ぐらい。ほら来た。完璧今の 2.5 インチブリリアントの釣れました。富安のアジスタ。冬のアジングってなんかこう特徴みたいなのあるんですか？ざっくり。いやいやまあ別に変わらないです。その釣り方云々っていうのはシーズンの場所によって全然釣り方は違ってくるんで、一括りにはまとめれないっちゃまとめれないんですけど、サイズのいい型のいいアジがやっぱり、釣りやすい季節かなっていうのはありますね。尺近いのはやっぱ釣りたいなとは思うんですけどね。言いましたね。まあ尺超えではないけどね、尺近いのをなんかこう、こういう釣りちょっと見せたいな。今回はちょっともう今自分の中でも最近やってるんですけど、今新しいロッドをもう3年もう4年近くずっとこう隠しながらずっと作ってはいたんですけど、2タイプ同レングスで同じ長さで、アクションが違うっていうモデルなんで、その上を釣るのか流れの強い場所を釣るのかでそのロッドのバランス、ティップのその違いを使った釣りをやりたいなと自分の中で。一応ちょっとまたこれもいやもうこれも用意します。うお願いします。ケース変えてって言ってやん。それも使ったシャンプーのやつでしょそれ。もうちゃんともう前回もそれやったやん。も一歩でもこうスターに近づくために。うそうですね、また、よろしくお願いします。課題をね。作ってきたんでこれ朝。でもほぼ朝作ったちょっと今回も楽しい釣りできたらと思いますんで、よろしくお願いします。初っ端からちょっと最初についたポイント爆風すぎて今もう早速ポイント変えてるっていう状況やけど、で風もねなくて釣りはしやすいんで、ちょっと水が干潮ぐらいなんで、本当はね潮高い方がいいんですけどね、浅いんでね。ようやくもう真っ暗になってしまったけど釣りようやく開始します。で竿は、UTR の61のプロトタイプですね。7、8年ぶりのリニューアルモデルチェンジの UTR61、 これの、ちょっと2タイプ用意してまして、これの、ちょっとまだ名前仮ですけど、ソフトソリッドっていうちょっとコンマ 0.6 の極細のソリッドを使った、超先上子のモデル使ってます。浅いんでいたら早いですけどね屋台行きたいですね。もう5年ぐらいここ毎年来てるけど屋台1回も行ったことない。ほら来た。今ホール中ですね。ホール中。よいしょ。はい、1匹目ねえ、浅いからいたら早いですね。今のはホールっすね。とりあえずね5カウント沈めて、そこからちょっとこう探りながら手前にかけてこう浅くなってきてるんで、こうリグも一緒に上げつつバチッと魚ピン 1.7 インチ、竿は新しい UTR、ね、こう UTR61 はちょっとフィッシングショーで
初お披露目になるんですけど、ハードソリッド、硬いソリッドバージョンとこの今使ってる、ソフトソリッドバージョンの2タイプ多分展示されると思う。でやっぱり状況で使い分けてほしいなっていうのと、僕も自身も状況で使い分けてるので、ドーレングスでちょっとそれを、自分のそのスタイルというか自分のよくやる釣り方にはまるのを選んでもらえたらなと、触ってもらえたらなとは思うんですけど。雨降ってきた。よいしょ。やっぱウィードの手前におるな。ウィードの立ち上がった手前に、ちょっとウィードの立ち上がった手前の浅いところにちょっとこういうサイズが溜まってるんかもしれないですね。今みたいなこういう流れのなくて浅い場所での軽量リグの操作っていうのは非常に先上しで曲がりやすいモデルなので非常に使いやすい。でも逆にこのソリッドがデメリットになることも多くて、やっぱり先がどうしても細くて先がやっぱりどうしてもリグを感じやすくなっているので、流れのあるエリアだったりディープゾーンでの重たいリグを扱う時っていうのは非常にティップがやっぱりぼやけやすいので、やっぱりそういう状況の時はやっぱり多少硬くて張りのあるロッドの方がやっぱり操作しやすいですし、逆に夏場みたいな、今の状況もそうですけど軽量リグを扱う時っていうのは逆にこういうソリッドの方が使いやすいしっていう、そこはもう自分の合うようなモデルを使ってもらったらいいのかなとは思います。今この2匹ともやっぱり結構表層付近のその手前のウィードが立ち上がってて、そのウィードのちょうど奥ぐらいのところです。ウィードが生えてて、僕はここから釣りしてるんで手前がウィードが立ってる状況で、明暗が効いてるんですけど、ちょうどシェード絡みといわゆるストラクチャー数が身を隠せる状況で、あとはやっぱりプランクトンも多いし、もちろんエビなんか、そういう餌となるものが多くて、で常夜灯も絡んでるのでアジがやっぱりこの周りを回遊してる。たまに見てるとやっぱりこの手前でギラッとかってなってたので、こう入れてやっぱり最終的にはこのウィードの周りに入ってアジが通れば口を使うみたいなですね。アジの回遊ルートに近い。なんかここはやっぱりウィード立ってるんでどうしてもある程度来たら回収しがちなんですけど、やっぱそこは丁寧にイメージ、ここをしっかりやるイメージ。多少引っかかってもいいぐらい、またちょっとほぐして外してまたやっていくみたいな。今の季節っていうのはやっぱり小さいのからやっぱでかいの狙えるシーズンなんで、何かしらポイント選びとしてはアジがたまれるような場所でベイトが入ってきやすいような場所がいいサイズに出会うことが多いですね。なんかたまに触るんですけどね、なんか味っぽくないですよね、これ触ってくるの。来た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 。これはアジでしょ。これはアジでしょ。よいしょ。やっぱりウィードの際にいるんですよ。ね。なんかやっぱ手前のそのウィードに引っかかるか引っかからないかっていうところらへんですね。堤防の反対側はちょっとやってみようかなと思います。ちょっと外洋側ですね。校内というよりは外側。でリグをアジスタのね 1.5g でブリリアント 2.5 インチでアピール強めでいきたいなと思います。ちょっと短いワームだとちょっとアピール力減っちゃうというか、ブリリアント 2.5 でリングボディのパドルなんで結構水押しも強いんで、いるんであろうと仮定して強いアピールで見せていくみたいな。これで反応なかったらもうちょっと軽いリグでちょっと微波動系のフィジットヌードとか魚ピンでちょっとレンジをいろいろ刻んでいこうかな。ちょっと一発狙っちゃってますすごい向こう側の常夜灯がこの堤防に当たってうっすらここに明暗ができてる。でなおかつこういうガレ場と砂地が混合してるっていうようなところなんで、多分アジにとってはめちゃくちゃ住みやすい場所だと思うんですよここ。
ました。今のもやっぱりこうちょっと底付近というかそこにもでもこのサイズかって感じですね。でもまあやっぱりこう狙い方としてやってたことがここから駆け下がっていってこうガチャガチャしてるところとその砂地のところボトムでした。 2.5 インチブリリアントの大阪サイズやったな本当にこういう場所好きなんですよ。こういうガレ場というかちょっと砂とこういう石がこう混雑したような場所っていうのは結構好むんですよね。こっち側の浅いところではないんですよ。もちろんこっち側にも入ることあるんですけど、ここというよりはやっぱりこのガチャガチャっとしたところからのこの砂が入ってくるようなこういうところで、これ要所要所にまだ石入ってるんでね、この間にこっち側に砂地と、こういった石なんかがこう乱雑しててこう駆け上がってる状況で、明暗が効いてて非常にアジとしては身を隠しやすいし、餌が浮いてるんだったら食べやすいしっていう非常にこういう砂が絡む場所っていうのは非常にアジが好む場所で、ボトムこうでかいのがついてるんだったらすごいいち早く口を使うような場所だったんですよ、シャローエリアで。なので攻め方としては、ちょっと強いワームで、ボトムに1回落とすワームを落とす。でこういう落としててもちろんこうずっとスローでこう食うこともあるんですけど、あんまりこうタイトについてるというよりはこの付近に溜まってるイメージだったので、ボトムに落とす、上げるまた落とすで上げる落とすもあるし、落とす、あとはこういったところのこの付近をこう探っていく。だいたいこのパターンで釣れてましたね。結構ボトムの釣り好きですよね。そんなことないですか？ボトム言う人なんか僕むっちゃボトム好きみたい。いやそんなことは僕結構浮かして釣ることが多いんですけどね、たまたまじゃん。あんまり自分の経験の中ででかいのがめっちゃ浮いてて小さいのが沈んでるっていうことないんですよ。たまにはなんかそういう時もあるけど、基本上にぼちぼちの釣り頃のこういう20センチぐらいが浮いてて、その下にこうやっぱ30、35とかがいる経験が多くて、だからこう取りに行く時はそのボトムを見てボトムで例えば今みたいなサイズがかかってたら、それ以上のでかいやつはあんまり上にいないだろうなっていう割り切り、あんまりないんですよ。その下に小さいのがいてでかいのが上にいるっていう経験だから、取りに行く時特にこういうようなこうなだらかに落ちていって、愛媛もよくこういうとこ多いんですけど、砂とこういう石が点在しているところはやっぱりボトムを丁寧にやっていった方がでかいやつを釣る確率の方が早いしね、いるんだったら。完璧今のはい、今のもなんかそこをココンココンって当てながらふわーって浮かすとかタイプ釣れました。今ボトムらしいあたりなんですよ。ぐーっとこう重たくなるような。やっぱりこれ今のがこう例えばラインスラック出たままだと絶対取れないあたりなんですよね。今のももっと多分しっかり僕がラインメンディングしてたらもっとあたり出やすかったと思う。コンって多分やっぱりこの細い今使ってるこの柔らかいソリッドモデルはメリットとしてはやっぱり非常にティップが動きやすいんで、軽量リグだったり表層系の釣りだったり、向いてるんですけど、
まあ今浅いんで、例えばこれが流れとかもっとディープゾーンとか 2g2.5 になるともうちょっとこうハード系の当たりをしっかり取れるでしっかり合わせれるロッドの方がいいですよね。ああああああはい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 。1匹目多分乗せなかったんですよ僕で。多分違うやつが食いましたね。なのでこう反転してバッチリ食ってる。ちょっと取り合った感じですね。ぼちぼち1回戦突入してもいいですか？いやまだ確かにサイズちょっと気にしときたいみたいなところありますよね。まあでもありますけどね、そういうお題いやいや何センチアップみたいな用意させてもらってます。腹立つ言い方するわほんまもうある程度なんかこうボトムでちょっと釣り切って今ちょっと反応悪くなってる最中なんですけど、このタイミングでちょっと移動しようかな。広島っぽいやつをなんかね。でこういうのをね、なんかちょっとこう幅の広いのをね、いやちょっと見たいでしょう、ね、移動しようかな。移動しましょうかね、せっかくなんで。じゃあ移動しましょう。ちょっとポイント変えました。今はねちょっと海峡筋というかちょっとこう流れがあるエリアに来ましたんで、ちょっとここでやりたいなと思います。でタックルをちょっと変えました。UTR の61のプロトタイプですね。先ほどと一緒なんですけどティップが、違うモデルですね。ちょっと硬いソリッドの方なんで、こういった流れのエリアとかディープゾーンでの操作性重視なモデル、かけ重視なモデルに変えます。ちょうどこれ流れがこの堤防の外側こう走ってるんですけど、流れがあそこの対岸の堤防に当たってこうちょっと巻いてる感じですね。食った食いましたね。ボトムで粘るか、粘るですそこでシーズンですからね、粘るはね。かわいいサイズ。ちょっとドキッとした当たったから、ずっと流れていくわ。これ広島市内ぐらいまで行っちゃうんだよこれ。こんな流してたら乗ってしまったな本流にいやーちょっとまだ反応ないっすね。もう出たら出たら、まあいいサイズっぽいですけどね。まあ表層にはね小さいのいるんで、まあ、今狙ってるのはやっぱりこう尺絡むようなやつ釣りたいなとは思ってるんですけどね。雰囲気はあるんですよ。これ多分地合い待ちみたいなのになってるっすね多分。ちょっと降ってきましたね。一回戻ります。はい、困りましたね。1本ぐらいいるでしょ
れまでに釣れへんかったら電撃ビリビリになっちゃいます今回は。いややもう電気もうマジで痛いもんあれ。どうしようもないですよどうしようもないですよあれ鬼チャンネルに渡そう時間決めないと多分ずらずらいくでしょ。今11時ぐらいですか大体。12時までにします。1時。ちょうど潮止まりでしょ12時。これがキリが良くてああ当たったけどメバルやん。あ食った。メバル来た来たメバル何これガシラめっちゃ開かない。めっちゃ開かない。そんなこともないか屋台もまずけないし、これくじもしてないですよこれ違うわ。でもメバルも白いね。てかオープニング撮ってないんってこれ。撮っといたらよかったですね。あでした。トミーさんが大阪市内のサイズやとか言うからそんなんちゃうねんみたいな。メバスタなかなかないですよアジングでこんなん。見てる人もアジングって辛いなって思うじゃんなんやこの釣り言うて締めましょうか。今回まあトータルちょっとそんなにうまくいったとは言い難いかなっていう印象なんですけど、はいはい。どうでしょう。まあうまくい電撃をうまくいったんちゃいます。電撃を受けて、まあ、叱るべきかなと思うんですその電撃を受けさせたいんでしょも今回はでもちょっとう。まあそうですね。まあ今日はもう今回はそうですね。ただちょっとねびしょびしょやからはいこれ多分電気食らうと本当に多分食らうからちょっとまだ乾いた状態の時がいいよね。そうですね。これ多分危ないからそれは本当に危ないと思う。本当に危ないからはいちょっと明日でも明日ちょっとじゃあ朝一いや明日は雨やからちょっと屋根のあるところでじゃあ明日そうですね、でまあ締めにしましょう。はいまあ、次の4回アジスタの4回はまたバッチリお題もミッションクリアしてそうですね。ロードスター何でしたっけリングスターアジングスターでしたっけアジングスターにね一段ずつ上がっていきましょう。はいもうほら言ったやんもうこの企画嫌やほんまに嫌もう